はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、タンジジムスペースプロポータブル USB ダックアンプです。おしゃれな感じ。公式キャラクターの浅野天気ちゃんをモチーフにした雪の花テーマの限定モデルと通常版があるのか。価格がちょっと違うけど、限定版もいいね。見た目だけじゃなくて、中身も全モデルスペースから結構進化をしてるってほんと？そう、ほんと。シーラスロジック社のフラッグシップ Q チップ CS43198 をデュアルで搭載しています。全モデルのスペースは CS43131 でしたが、チップの違いで何が大きく変わるんでしょうか？簡単に言うと、全モデルスペースが効率とパワーのバランスを重視していたのに対し、 CS43198 搭載のスペースプロはダック本来の再現力と独立アンプによる余裕のある駆動を追求したよりピュアなオーディオ構成へ進化したと言える。さらに左右独立の高出力アンプを組み合わせたフルバランス4チャンネルレコード構造になっている。周辺回路の最適化でチャンネル間の干渉を徹底的に抑え、より純度の高いサウンドを実現してるね。最大出力は 26Ω 負荷において 618mW を実現しており、これは制動力の向上に直結しますね。さらに 2VRMS と 4VRMS の2段階ゲイン切り替えを搭載し、高インピーダンスなヘッドホンでも理想的な音量で鳴らせるだけのパワーを備えています。単に音が大きいだけでなく、いわゆるヘッドルームという出力の余白が非常に大きいのが特徴ですね。余裕があるってことは上の絵の比較みたいなイメージかな？パワーに余裕があるから曲が盛り上がる瞬間でも音が割れたり歪んだりしないんだ。余裕を持ってドライブすることで音楽のダイナミックな変化をそのまま鮮やかに再現できるよ。独立ボリュームは100段階だけど、ただ細かいだけじゃなくて視線系ボリューム制御っていうのが使われてるんでしょ？そう、一般的なイヤホンで常用する音量レンジのステップを最適化して微調整しやすくしているんだ。航空機グレードのアルミ合金筐体にあるボリュームボタンは手探りでも増減を識別できる親切設計だね。 CS43198 は5種類のデジタルフィルターを搭載していて、中には NOS ノンオーバーサンプリングモードもあるんだ。あえて過剰な補正を排し、音源の自然な質感や余韻を大切にするリスニングの極致と言えるね。一方で ESS 社の ES903992M は最新のハイパーストリーム4により実体を極限まで排除した精密な描写が得意です。以前レビューしたナイス HCK オクターブに搭載されてるんで、後で聞き比べの結果を報告するよ。スペースプロは非常に珍しい機能として出力弾の動作モードをクラス AB とクラス H で切り替えられる点があります。初期設定はクラス AB です。クラス AB は直線性と安定性に優れ、ハイファイ用途に最適だけど静止電流を多く消費する。クラス H はより動作効率が高いからバッテリー持ちを優先したい時など状況に合わせて選べるようになっているよ。ゲームでは単に音が広がるだけじゃなくて戦術感知っていう専用機能があるんでしょ？これを使えば銃声とか足音を強調したりしてゲームを有利に進められるんだね。ダンジジム独自の演算性能を生かして特定の音のレイヤー構造を最適化できる。主要タイトルに合わせた音響プリセットも内蔵されているから難しい設定なしで即戦力になるよ。 3.5mm ジャックにマイクを 4.4mm ジャックにヘッドホンをつなぐだけで没入感のある体験が完結しますね。マイクは 3.5mm CTIA 規格に対応しており、インラインコントロール付きのイヤホンとも高い互換性があります。マルチチャンネル音源の再現性が高まるから映画鑑賞にもいいみたいだけど、両方の端子にヘッドホンをつないで2人で同時に聞くのはダメみたいだね。そうね、過負荷による発熱や故障の原因になるので同時使用は推奨されていません。あくまでマイクとヘッドホンを分担してつなぐための設計だと捉えるのが正解です。音質のカスタマイズ性も強力で、スペースプロは中バンドのパラメトリック EQ に対応しています。ターゲットカーブを共有できるって説明にあるけど、これってどういうこと？簡単に言うと、プロやマニアが作った理想の音設定をネット経由でそのまま自分のスペースプロに取り込めるってことだよ。自分で難しい設定をしなくても誰かが作ったデバイスに最適な設定をダウンロードするだけで最高の音を楽しめる仕組みなんだ。さらに5128や4128といった人間の頭部を精密に再現した測定用シミュレーターのデータを活用しています。人間が実際に聞いている音を耳の形や鼓膜の響きまで含めてそっくりに再現した超高性能な耳のマネキンを使ってテストしてるんでしょ？だから単に数字がいいだけじゃなくて人間にとって本当に心地よく聞こえる音を科学的なデータに基づいて作り込んでいるんだって。ハードで完結する利便性だけでなくソフト面での拡張性もとても魅力的だね。測定器 APX555 による失速データでは 131dB のダイナミックレンジと極めて低い全高超波歪み率を記録しています。数字がすごすぎてあんまりピンとこないな。一言で言えば音の濁りが一切ないってことだよ。さっき触れた高性能な耳のマネキンで人間が実際に聞く環境を徹底的に再現してテストされているから科学的な裏付けのある心地よい音に仕上がっているんだ。スペー
スプロの鳴り方の傾向を知るためにもナイス HCK オクターブと聞き比べてみた。イヤホンはタンジジム4らね。タンジジムで揃えましたね。もちろん。先に結論言っちゃうと、スペースプロの方がシャープに聞こえたんだって。せっかちだなミミィちゃん。その通り。逆にオクターブは低域に厚みがあって全体的にパワフルな印象だった。オクターブは以前の比較でも他モデルより厚みと迫力を感じたよね。だね。チップだけじゃなくアンプの設計の違いも大きいんだろうね。設計思想だと響きのシーラス、情報の ESS なんて言われますけど、実際に聞くとむしろ逆で、今回の比較では CS43198 を乗せたスペースプロの方が繊細に感じたんだわ。どの曲を聴いても同じ印象の違いを感じたのなら気のせいじゃなさそうだね。まあ個人の感想だし、アプリで EQ 調整できるから比較も難しいところだよ。どちらもデフォルトの状態を確認してから聞いたんだけどね。本体からの発熱はどちらもそれなりにあったんですよね。そうだね。それほど気にならなかったけどね。あとスペースプロのボリュームボタンの段差はすごく便利だった。触るだけで増減がどっちかわかるもんね。価格差は多少あるから予算や特徴の違いで選ぶことになりそうだけど、どちらを選んでも後悔はしないんじゃないかな。そうですね。小型で薄くデザインも文句なしのスペースプロ、比較ではやや大きめに感じるオクターブ、どちらも優秀ですもんね。最後にフィンを K7 で聞き直したそうですが、違いは感じました？そうだな。聞き慣れてるってこともあるけど、質感の違いはやっぱりあるよね。またポータブル USB ダックが増えたけど、どうやって使い分けていくの？引退した古いパーツを集めてゾリン OS を入れた PC を作ったんで、サブ環境で活躍してもらおうと思っているよ。そんなサブなんだ。なんかサブーくなっちゃいそう。限定版の見た目は雪の花で可愛いけど、中身はゴリゴリの最新スペックと独自機能を詰め込んだプロ仕様なんだね。限定モデルならではの細部まで作り込まれた美しさ、そして精密な測定に裏打ちされた音響性能、これらが一つになったスペースプロは所有欲と聞く喜びを同時に満たしてくれるはずです。スペックの数字に惑わされず、そのチップと回路が音をどう描こうとしているかを感じようと思って聞くと楽しいと思うよ。はい、ということでポータブル USB ダックアンプタンジジムスペースプロのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。